ローウォーズファンの皆様、おはようございます。本日より、3日間の週末イベントがスタートしましたが、いかがお過ごしでしょうか？内容としては、過去に開催されたことのあるペット系イベント、猛威を振るう嵐、と同じですが、イベントマップが大幅に変更となっており、どのように攻略すればよいのか、よくわからないと思います。そこで、今回の動画では、カーク信者が考えて実行中のルートをご紹介しつつ、バフの取り方や、カーク信者が選んだコースの、厳しい現実をお伝えしようと思います。大雑把に、イベントの概要を話すよう。まず最初に、これが、カーク信者が自分なりに考えた、実行中のルートになります。常日頃から、ペット系イベントに備えて、ペットの召喚卵を、80個以上備蓄されていた人の場合、イベントマップの移動に必要なアクションポイントを、イベント最終日までに約46個ほど、無料で手に入れることができる計算です。これ以外に、discord.com にて、いくつかのアクションポイントが無料配布されるはずなので、最終的には、50個前後のアクションポイントを、全員が手にすることになると思われます。さて、イベントマップで対戦する敵チームは、遊戯しているプレイヤーのレベルに応じて最適化されるみたいなので、チームレベルが低い人でも、それなりに、敵を倒せるようになっているはずです。しかしながら、このイベントは、画面左上に表示されている、嵐の抵抗力、を蓄積しないままだと、内周部の強い敵を倒せない仕組みになっているので、注意が必要です。そのようなわけでして、無難にイベントマップを攻略したいと考える人は、イベントマップの外周部を完全に踏破することを、最優先事項にする戦略が良いかと思います。繰り返しになりますが、嵐の抵抗力がある程度溜まるまでは、敵チームのバフが3桁に設定されている内周部に、突っ込まないようにしてください。前回までのこのイベントでは、プレイヤーのチーム編成によっては、ボスを倒すことが容易でないケースも普通でしたので、最初からボスを倒さないと決めて、無難に外周部だけを攻めて、嵐のコインを集める攻略法が、ベターな選択だと思います。カーク信者の場合は、チャレンジ精神が旺盛ということもあり、嵐の抵抗力が半分しか溜まっていない状態で、内周部に突撃する戦略を実行したいと思います。あはは。29回目、嵐の抵抗力130で、内周部に突っ込んだよ敵チームのバフが175ということで、本来なら、嵐の抵抗力が175を超えた状態で対戦しないと、負ける可能性が濃厚です。カーク信者の場合は、敵チームの物理攻撃に対して、耐性が高いカークチームということで、敗北を覚悟で突っ込んでみましたが、やばいよ、と独り言が口から出てしまうほど、ハラハラ、ドキドキの戦闘になってしまいました。キャンペーンマップ14章のボスと対戦したことのある人は、お分かりだと思いますが、戦車みたいな敵から放出される時限爆弾が炸裂すると、かなり強烈なダメージを食らうことになります。その次元爆弾が破裂する前に、それを破壊してしまえば良いのですが、あの次元爆弾はかなり硬くて、カークのように、強力なアーマー貫通のスキルを所持していないと、爆弾が破裂する前に倒せないことがあります。ピピ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 ピという音を聞くと、胸がドキドキするんだよね。危なかったなぁ、ちょっと無謀だったかな？あはは。さて、ギリギリのところで敵を倒すことができましたが、このイベントを手堅く終わらせようと思うのなら、外周部から攻略して、嵐の抵抗力がしっかりと溜まってから、内周部に移動するのが無難だと思います。次元爆弾で、木っ端みじんに吹き飛ばされて仕方ない、という覚悟のある人は、カーク信者のように、嵐の抵抗力が130前後の状態で、内周部の敵に突っ込むと、このイベントを、思いっきり楽しめると思います。嵐の遺産の中身について、話をするよイベントショップにて、嵐のコインを、
どの商品と交換するかで悩んでいる視聴者様が多いと思います。ちなみに、750枚の嵐のコインで交換できる、嵐の遺産、という箱の中身は、このようになっています。皆さんが大好きな、的用紙化形式の宝箱ですね。的用紙化形式の宝箱は、このような当選確率になっているので、40% の確率を上手に引き続けると、思った以上に、多くの資源を受け取れることがあります。ペットのソウルストーンに価値を感じる人も多いと思いますし、混沌の融資に価値を見出す人もいると思います。どちらにせよ、このイベントで、嵐のコインを交換する際には、嵐の遺産の宝箱、か、ペットソウルの宝箱、の2択が、最も効率の良い商品選びだと思います。ペットの装備用の石については、チームレベルが130に到達する頃になると、余り始めるので、嵐のコインを装備用の石と交換する選択は、できる限り避けた方がいいとカーク信者は考えています。イベントマップのバフについて、話をするよ。ここまでの話を踏まえて、3箇所のバフについて、考えてみようと思います。アクションポイントを大量に入手できる見込みがある人の場合だと、嵐の抵抗力を最大値まで貯めることが可能なので、ボス戦のことを視野に入れて、魔法攻撃に関するバフを選択するのが、セオリーになります。逆に、ボス戦に挑戦しないと決めている人にとっては、内周部の強敵と対戦することを考えて、物理攻撃に関するバフを選択するのが、賢い戦略と言えます。視聴者様のチーム編成次第で、必要とするバフの種類は変化しますので、ご自身のチーム編成に足りないと感じる要素を強化できるバフを選択するようにしましょう。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、嵐の遺産の宝箱で、的用紙化を堪能しようと考えている人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。